이거?密封ゴム天丼と、かしわとゆだりを。こちらどうぞ。すぐできますのでおっしゃってください。かやくうどん2つ。はい。あとかしわおにぎり2つください。はい、かやくうどんです。60円。かやくうどんが、はい。天ぷらが美味しいんで、いろんな具材が入ってて美味しい。はい。箸が。かやくごぼうとかしわに。かやくごぼうとかしわ2個と。ネギ抜き。はい。
そういうとこもね、コンブラシで炊くの。はい。習ってないんですよ。見よう見よう見よう。あ、本当でお母さんの絵見せてもらってください。大きいよ。天ぷらできるぐらい天ぷら揚げます。そうせんだよ。私だけ。下手なんよね。動画で塗り方教えてくれるから。
時はね、言うのかな。白ご飯ね。そんなもんですね。煙突。
買ってきたの。ララだった。ご祝です。ララ。こういうことしないね。M1 も岡山出身の。お願いします。
いしょ。それなら栗来たら面白かったやろね。硬いのが好きな人は硬く。はい、大丈夫です。はい、ありがとう。次次。月形さん。はい。すみません。昆布とごぼうで。はい、コンドクとごぼう。
一皿でニコニコ。はい。早く飲む。ありがとうございました。肉ごま天丼と、かしわとイタリアン。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。本当に、はい、こちらどうぞ。すぐできますのでおっしゃってください。かやぶ丼2つ。はい。あとこちらおにぎり2つください。前田追加、はい。ありがとうございました。お願いします。はい。はい。別でいきます。ほぼ天うどんとエビ天うどんと柏飯一つ。柏が2個。あ、一つ。はい、お願いします。ありがとうございました。こちらのお店によくいらっしゃるんですか？初めてですね。前テレビでそうですね。放送されているのを見て、お味いかがでしたか？美味しかったです。また来たいと思いましたね。
稲荷の方、火薬と稲荷2個です。うどんです。エビ天うどん。はい、肉とエビです。で、いなり寿司2つ。はい。そうです。1が2です。はい。ちくわ天を、2つと、いなりを2つと、かしわが1つ。いいのちゃあれゆき。いらっしゃいませ。はい、飲んだり。表うどん。あっちは。はい、ごぼうです。はい。かやくごぼうとかしわ2個。かやくごぼうとかしわ2個と、かやくと、かやくと、かしわと白いくり。はい、かやくとか白かしわです。いくらいったありがとうございました。ごめんね。パートナーが違うけど。はい。はい、前の。
ちゃん。前ですね。このメニューがおすすめとかそういうのってありますか？かやくうどんが天ぷらが美味しいんで、いろんな具材が入ってて美味しい。わかめも入ってないね。右抜き。すいません。時々違うよね。一人から。はい。了解。早めの1日3セットです。はい、失礼します。はい。危ないよ。いらっしゃいませ。熱が入りすぎるんです。はい。寒い日に体に染みるぐらい美味しかったです。今やってます。はい、3杯。はい。食べくんだよ。はい。藤不動産さんのありがとうございます。ありがとうございました。お父さんのむさば。めっちゃ後ろに目がないね。
これが肉玉そばです。よいしょ。はい。こう横に回ってって。早くと白1です。はい、ありがとうございます。早く2杯。ダメよ。誰も食べます。これは違うかも、味が。お嬢さんがお二人でもう一人来られます。で、本横はお二人です。本横ごぼ天うどんです。はい。ありがとうございました。九大生も来るけど、基本ね、職人さんが多いうち。うん、だけに癖強いよって言って。いろいろしたね。トラック乗ったり、薬局の店員、ゴルフ場のキャディ、スナックのお姉ちゃん、何でもしたよ。でもうどん屋だけ続いたかな。うどんやったんが何歳ぐらいの頃なんですか？ 27？ 前使用した人がおって辞めちゃったっちゃう。で、機材全部あるけやってみようから始まった。こそっと始めて、こそっとやめようって言って24年になった。美味しくなかったらしいよ。3年こんかったもんね。なんでこうやったぞって言ったら「超まずかったっちゃけど」って言われたもん。でも美味しくなったって聞いたけん来たけど美味しゅうなっとって言ったウケろ。出汁とかが変わったんですか？天ぷら多分勝手が分かったんじゃない。器を温めるとか揚げたて出すとか。あ、大きい方がいい。今日ラブラブデート。いいね。休み今日。いらっしゃい。今日はいらっしゃい。何する？わかめうどんと一番セットの丸天。来たて美味しいよ。いろんなちゃんこれ熱いけんまだ。美咲
すごいですね。畑江さんっていう。いとこと思うよ。カウンターさん。お願いします。はい。湯気って染みるんですね。あ？湯気ってそうそうそう。だけんほらこっちが。盛り付けとか持っていくな。ゆうなまたね。はい、いってらっしゃい。お願いします。はい、またね。はい。どこでもいいよ。肉ごぼうのセット。お願いします。肉ごぼうね。はい。うまいですね。大好きですよ、うどん。つけ麺、そば、はい。結構頻繁に店員さんの対応がいいのととりあえず美味しい。ジュリスちゃんね。ごぼうか。2番3ざるそば。まいたけそばね。まいたけのそばね。かき揚げとお肉。はい、生のうどんです。はい。はい、ありがとう。お願いします。いっぱい入っとる。3番。お願いします。高い生うどん。それ何番さんですか。3番。ご飯いったかな。お待たせ。いらっしゃい。毎度。いいよ。週2、3回ぐらい来てます。めっちゃ常連さん。そうなんですね。ね、週何回ぐらいね。そうです。1日おきぐらいに来てます。
そのまま止まっていい。いつ？最近？ごぼ天。お願いします。お願いします。2070円。飲んでいい？お願いします。天ざるそばです。動きづらい。ごぼ天と肉ごぼう。このごぼうはもう最高です。早く2杯です。はい、お待たせしました。うどんの定食。なんかそんな気がした。麺が入ったしょ。白いご飯し。大盛りって次は生姜？生姜。次は生姜。もうお腹におる時からずっと通ってます。おうどんの量がめちゃくちゃ多くて美味しいね。麺がしっかりしててでかいっす。うまい。この店は私の店じゃないんです。お客さんの店なんです。今日ね、久米さんも来る。こちらが卸協会のね、できるだけ美味しいものを今お客さんに提供すると。あと残ったの調整用ですね。
これが大事。国産のごぼう。じゃあまあそれぞれからもう一回分あげますよ。はい。10キロ。10キロです。ほぼ毎日10キロ。皮を剥いて切ります。ごぼうを揚げるのにもち粉が入った天ぷら粉です。もち粉で揚げるとやっぱなんでしょう、食感が変わったり。食感が変わりますね。少し。これで1回50本ですね。50本。1回50本で。小分けして小さくしてその後練ります。これはうるめとアジとサバです。
月曜日はなんかいや、月曜日フライヤーしてないんですよ。だいたいね、30分ぐらいあります。30分はやるんですね。ちょっと天かすがこんなして浮いてきそうでしょ。はい。ね、浮いてきたらあんまり早くからね一つずつ離すと剥がれるんですよ、衣がごぼうから。ある程度強い火でつぶつぶが残るぐらいに、まず火が通りにくいこの丸いのから。先ほどこねたやつですね。こんな感じで。こんな感じで並びます。この店は私の店じゃないんです。お客さんの店なんです。だからお客さんがこういろんな人をこう連れてきていただくと、こんなような感じで仕事してるんですよね。上からこれをしてくるけ、それで一個上だけ洗ってから、まあ毎日するけどね、これは。
こっちの方が切りやすいんですよ。どうしても昆布ってつるんって滑るんで。それで寒いんだ。塩コショウが30薄く。生姜がレンゲンありがとうございます。嫌がるよ、やっぱすごく。まだね、パスタしてるのにね、いろんなことさ、本当に。
じゃあ私まだするね。ほら後でまた使うとね、洗面がね。いらっしゃい。右のごぼ天です。右のごぼ天です。はい、わかめごぼ天の2。じゃあごぼ天うどんと肉うどんとごぼうが2本別だけ、いなりが4つに。ビール2杯。これ2杯からいきます。わかめごぼう。わかめごぼう。はいはい。はい。お待たせしました。わかめごぼうなんです。はい。はい。お待たせしました。ごぼう天どちらですか。はい。はい、どうぞ。熱いですよ。はい、どうぞ。ごま天うどんですね。どうぞ。はい、普通お願いします。肉うどんですね。はい、どうぞ。いいですか、どうして。はい。ミリのごぼうですね。はい。いらっしゃいませ。温かい山かけ入ります。卵入っていいですか。はい。ごぼう1本で。ごぼう1本ですね。はい。いなり1つ。ごぼうは中に入れていいですか。ミリのごぼうにきつね1枚。肉うどんにごぼう2本といなりです。これ山かけうどんです。もうちょっといきます。はい、どうぞこれお願いします。これ見てもらえばダメね。どれですか。肉うどんですね。でいなりが1つですね。ね、お待たせしました。ミリですね。もう昨日から決めてて。待ってたうどんお味いかがですか。美味しいですね。これ見てよ、固め。ごぼ天が950円です。50円の方。早く2杯。
はい、お待たせしました。青森。火薬が2杯1杯大盛りです。火薬大盛りいいですか？火薬大盛りです。はい、火薬うどんです。あ、すいません、普通に書いてください。はい、ごボタンお願いします。いらっしゃい。こうして。はい、見る。ありがとうございます。はい、ミニお願いします。はい、ダメ。いらっしゃいませ。いらっしゃい。はい。お待たせしました。湯ラメですね。はい、どうぞ。お待たせしました。ミニの丸天お願いします。ミニの丸天。はい、ごぼ天いいですよ。ごぼ天と肉ごぼう。はい、肉ごぼうです。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。ごぼ天です。ごぼ天。はい、そばお願いします。これワインパイ。ワインパイいいね。17番。これミニ2
杯と大盛り一杯。これ22杯です。はい、お願いしますはい、すみません。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、どうぞ。大盛りじゃない。ありがとうございます。ごぼ天とライス。ごぼ天2杯。ごぼ天2杯。もう一回ごぼ天いきますよ。はい、いいですよ。はい、ごぼ天1杯。あとごぼ天2杯。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。かき揚げ。これごぼ天。ありがとうございます。ありがとうございます。唐揚げの大盛り。ごぼう一本トッピング。定食白とごぼう。ミニの生姜。ミニの生姜。前からすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ごぼ天とミニのかまぼこ。
タルトのかき揚げ上がり。はい、かき揚げ、よいしょ。お願いします。はい。ないですね。はい、どうぞ。いいですよ、このままそのまま熱いから。はい。どうぞ。よろしいですね。はい。いらっしゃい。いらっしゃいませ。お願いします。これが自分で出すけど、さっきの。あっち行けね。あ、そうですよ。いただきます。あっち。うどんの定食。そんな気がした麺が入ったしょ。でも白いご飯し。生姜、いいよ。じゃあ、2人1杯。はい、右1杯お願いします。右って定食ですよ。はい。3番。定食。次は大盛り。ごぼ天2杯といなり2個です。はい、大盛りお願いします。大盛りって次は生姜？生姜。次は生姜。1660円になります。唐揚げうどんです。唐揚げうどん大盛り。大盛り。ボリューム結構ありましたか？そうです。自分2歳からこの量食べてるんで2歳もうお腹におる時からずっと通ってます。終わり？失礼です。はい。すいません、前からお待たせしました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、前からすいません。おうどんの量がめちゃくちゃ多くて、美味しいね。麺がしっかりしてて、でかき揚げがもう絶品ですね。カラッと揚がったエビも美味しいし、ごぼうもすごく美味しい。お肉も甘みがあって。830円になります。いいけど。ありがとうございます。どうぞ。すいません。このごぼうはもう最高です。1060円になります。かき揚げうどん。かき揚げが入ります。はい、定食2杯1つ大盛り。はい、どうぞ。お決まりでしたら。いなりが1つ。肉うどんのいなりです。お願いしますよ。
らっしゃい。普通にはい、普通にです。よいしょ。普通にお願いします。鴨なんと肉でいいの。鴨なんと肉。ちょっと大盛り。それとかき揚げも入ってる。前からすいません、肉うどんです。はい、すいません。はい、ミニ一杯いきます。ミニ一杯と大人。はい。これお皿になります。770円になります。ありがとうございます。これ細麺肉です。はい、お願いします。ごぼ天2つですか。ごぼ天2つですね。ごぼ天2杯。でかいっす。うまい。納豆うどんのからしです。ありがとうございます。ありがとうございます。これ納豆ですよ。はい、納豆お願いします。はいはい、これ何番ですか。何番さん。これで出来上がりで。ありがとうございます。ありがとうございます。以上でよかったですかね。はい。納豆結構好きなんです。納豆好きで。はい、かやくうどん。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、定食です。卵はまあそうする。じゃあ。よし、いいや。これ5点いきます。これ5番さん出して。そうだな。これ5番さんの5点、もうちょいいきますよ。はい。そうそうそう。はいはいはい。はい。
はいどうぞ。ごぼ天ですね。はいどうぞ。おでんのおすすめはやっぱり大根やろうね。やっぱりここで全部こう仕込みしようからな。もしもし、ありがとうございます。よいしょ。いや。790円になります。2000円お預かりします。ありがとうございました。私は上品な。上品。ありがとうございます。早くですね。はいどうぞ。脱サラしてサラシうどんっていううどん屋さんがあったんですよ。でそこに頼んでですね、うどんを教えてもらったと。いろいろこう食べ歩いたとですよ。やっぱり自分にはそのサラシうどんのうどんがあったんです。自分が好きやった。すごい食べた時にこれは美味しいなと思って、それでそこにこうその大将に頼み込んだんです。うどん屋さんしたいんやけどって言ったら、もうやめとけって言われたんですよ。もうサラリーマンしようって、あんたうどん屋さんなんてできるかって、あんたもう今のうちにもうさっさとやめとけって言われたんですよね、最初。でもやっぱり何回か頼みやったらしょうがないなって、やるかって話になって、その教えていただいた一からですね。もう何時近くなってきたらもう8時前するか。やっぱりこう仕事してるとやっぱりこう張り合いがありますもんね。
麺うんありがとうございます。市場に唐揚げとおにぎりと弁当を持っていくんで、その唐揚げを揚げるためにも早めに。よいしょ。今日何時起きですか？いやもうさっきっすよ。2時ぐらいですよ。もう家も歩いて5分なんで。結構毎朝2時。ほぼ毎日っすもん。これはもう市場内なんで。うわー、目晴れたねー。ごめんね。唐揚げ行ってきます。市場の丸天を。あ、そうですそうですそうです。ごぼう入りときくらげ入りの丸天はここのを使ってます。めちゃくちゃ美味しいですよ。僕が45で一回り以上13離れとるから。2人の馴れ初めみたいなのもともと大分の中津出身で、僕は北九州小倉の出身なんですよ。で大学で小倉の方に来てたんですよ。そこでコンパでコンパで通用するから合コンよ。福岡に来られてどのくらいになるんですか？福岡7年目ですね。もう住みやすいですね。福岡市はもう生活しやすい。もう子供たちも結構クラスが増えたりしてもう集まり多いんですよね。今もこの辺もこの時代にクラスが増えるっていうのはちょっとあんまり聞かない。もうどこも本当少子高齢化で減っていくばっかり過疎化っていうまあねリアルな問題でも、福岡市だけは逆。ちょっと昭和の初期を思い出すじゃないけど、僕らの幼少期を思い出すような雰囲気はありますもんね。勢いが。まあある唐揚げ屋が僕が好きで、そこがニンニク不使用だったんですよね。鶏肉の専門店のおじさんに聞いたら、うちはもうニンニクなんてそういうの使わない、鶏の味で勝負すると。それからまあ試行錯誤をずっと兼ねて行き着いた唐揚げがそのニンニク不使用の、そして時間が経って冷えても美味しい唐揚げっていうのこだわりがあるんです。後で食べてくださいニンニク不使用な代わりに生姜をたっぷり使うんです。まあげんこつ唐揚げ2つついて割り箸に刺さって200円。ぜひ食べてもらいたいものですね。これはご飯も250からもう 300g 入れるんですけど、市場の方って結構肉体労働じゃないですか。なんでコンビニの弁当ぐらいじゃちょっとご飯も足りないんですよやっぱ。それと唐揚げが70から100ぐらいの間が、これも追加で揚げたてっていう形で10本追加とか20本追加とかで出してるんですけど、これはもう近いっていうメリットがあるもんで、我々もあったかいもの提供できると。もう本当車で3分なんで、逆にこの店じゃないとできないあったかさと提供がこだわっていける部分かなと。市場の高菜なんで美味しい高菜です。これ長崎島原のお高菜で単価上がりますけどリピーターが増えるんで、そっち取ってるんですよ。分かってくれる人だけに買っていただいて食べていただいた方が持続率が多分いいと思います。いいものを適正な価格で細く長くっていう感じが僕はいいのかな。生きていく中でも、まあ、子供たちもいるそのお手本としてそういう教育っていうのもやっていかないと、目の前のことだけを追っていったってやっぱ長い人生やっぱ歩んでいくのは難しいのかなと。
ちはトマトと卵が入ってるのは唐揚げ2個なんですよ、大きなのが。でこっちはもうトマトとかないやつは唐揚げ3個になるんですよ。これはもう市場からの注文でそういう風になってるんですよ。こんな大きな唐揚げを3個って。あ、そうなんです。大きいっすよね、やっぱ500円で納品してるんですよ、市場に。こんなにボリュームいっぱいで。もう喜んでもらうっていうのは基本だったんで。だからしまらないです、本当。ちょうどこう開いて蒸れなくていいんですよ。塩コショウです。弁当がきっかけでうどんを食べに来てくれる方がおられたりとか、相乗効果じゃないですけど、そういうのも出てきてるんで、あ、よかったなと、まあ思うんですよね。これもう先に持っていきます。体育会系の世界で育ってきたんで、苦しい時にはもう歯をくしばる、そういう時代で育ってきたんで、そういうのはやっぱ根付いてますよね、まだいまだに。くっそみたいな、こんなに負けられるかみたいな、そこはでも生きてますよね、社会で。今日も1234、これ多分イカとかそんなんじゃないですか。こっからスタートしてるんで、やっぱみんな協力してますよね。あれが嫌とかこれが嫌とかっていうのはやっぱね、言っちゃいかんなって。僕らも子供たちにそういう教育します。美味しくないけど食べたくないって言ったら、これお前ここまで来とるのはこういう風になってきとんどって僕は教育で教えるんですよ。で誰かがね、最後ママが作るなりパパが作るなりじゃないけどしてるんだぞと、やっぱ教えますね。食育はもうやっぱ大事だとも思ってるし、一生もんじゃないですか。衣食住のね、食は入ってるわけで、もう贅沢言い出したらね、キリがないから、衣食住ができるだけで幸せって言える人間に僕はなってもらいたいと思ってるんで、精一杯僕らもできる限り頑張ろうかなと。あったかいも出すとか、元気が出る材料入れるとか。本当に今多いんですよ。韓国人も多い、中国人も来る。英語のメニュー一応作ってはいるんですよ。来た時にポスターみたいな感じで。ただもう券売機には入れられないです。もう文字数決まってるんで、ちっちゃいやつなんで、そのメニューを見てもらうっていうところまではできて、僕らがもうだけ券売機で買ってあげる。一応韓国語、中国語、英語、この3つは作ってますね。なんかそういう小さな配慮がすごい嬉しい。あ、そうですね。だってやっぱ喜んでもらえるんですよ。これだしにつけるやつです。これは明日の分なんです。1日寝かせるんで、だから昨日作った分はここにある感じですね。椎茸をこんだけふんだんに使うっていう出汁がもともとうどん屋さんにはなくて、ちょっと脇役存在、椎茸って。でも麺に持ってきてるんですよね。でも麺に持ってきたがためにそのアクの強さに気づいて、やっぱ困りましたね、最初。もう綿菓子みたいにアクが出るんですよ。だからそういうのがえぐみとか渋みとかもう飲めない、どうしようってやっぱその時本当に悩んで、もうその時お店オープンしてたんで、最初は少ない量でやっぱ試してたんで大丈夫だったんですよ。でもこの量をして初めて気づいたんですよ。これまずいなみたいなどうしようと。で何回もこしたりとかしてアク抜きを考えたんですけど、ただそれだけじゃダメで、やっぱそういうのを毎日毎日なんか試行錯誤しながら、だからだいぶは味変っていうのをしてきて今のに行き着いてる。でもこの今の味で満足してないんで、また5年10年美味しいのを作っていくことにはやっぱ日々努力してます。体にもいいんで、結構免疫力とかも椎茸っていいし、ダイエットにもなるし、もう本当にいいことばっかりなんですよ。仕入れが高いぐらいですね辛いのはそれはもうリアルなんですけど、まあそれでみんなが喜んでもらえればっていう気持ちで、実は椎茸2種類使ってて、甲信椎茸って言われても味が違うんです。宇佐のは甘みがあって、大分県産って書いてる方はうまみが強いんです。なんでそれをコラボして、これがもともと今使ってる椎茸で、
まあ、大体これがもうほぼメインで、これが宇佐のしいたけで、香辛ってこうやって全部開いてるんです。開いてることによって出汁が出やすい。このしいたけ炊くんでまた甘辛く、誰が作っても美味しいと思います素材がいいんで、このしいたけを作った人にを褒めてやるのがいいと思いますね。僕らはいい食材をただね使わせてもらってるだけなんで、農家の方にやっぱ感謝ですよね。巻いてこれがビャーってなります、口の中に。しいたけの量が多いでしょすごい量ですね。すごいでしょ増やせば増やすほど美味しいんですけど、増やせば増やすほどアクが出るもんで難しいんですよ、このバランスが。これだけのしいたけの旨味が詰まったスープっていう。そうですそうですちょっといいよ、それも入れて大丈夫ですか？あ、いいですいいです。大丈夫？あ、いい。バランスなんで、これも失敗が成功のもとです。ちょっと醤油が減ったけど、まだまだ完成品じゃないんで、この出来上がりはまだ全然飲めないです。全く。この冷やす作業で味が締まります。このまま真似したら長浜うどん営業できますよ。みんな真似しましょう大丈夫ですか？ NG じゃなくて。はい。でも絶対その味になるんかって言ったらなかなか難しい部分があるから、もう水一つで変わってくるんで、一応僕はもう浄水器を使ってます。でも例えばそれをもっとしたいのが、ちょっと糸島のお水を取りに行きたいなとか、いろいろネタはあるんですけど、実践的にやっぱできてないから、まだまだ今から美味しいのを作っていくには試行錯誤の繰り返しだと思うんで、期待してもらいたいですよね。あれで終わらないよ長浜うどんはっていう出汁を作って。もしもし、あ、今から行きます。あ、じゃあ持ってきますね。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。日によって。日によって、そうですね。わかめだったり、高菜だったり。高菜の葉で巻いたおにぎりもある。あります。はい。わかめがでも人気かな。
出てきた。ああ、よかったよかった。しいたけです。肉うどんの肉は油抜きしてます。ありがとうございます。お気をつけて。どうも。しいたけうどん見てびっくりしてる。あ、ないですね。北海道にはない。福岡にもないです。そうなんですか。一番すごい。今日帰るんですよ。九州からぶっ飛んで。北海道でそば文化なの。ああ、やっぱ関東から向こう側が基本的にそのままずっと来て。すごい。美味しいですね。今日はどちらから来られたんですか？北海道です。北海道からどうしてわざわざ？動画でこのお店見まして、一度食べてみたいなと思ってわざわざ来ました。とても美味しかったです。今日は何を頼まれたんですか？しいたけうどんです。北海道にはなかなかないんで、これはぜひ皆さん食べてもらいたい。美味しかったです。どうも。ごぼ天一丁。はい。お肉は終わりです。いらっしゃいませ。しいたけ、はい。しいたけ一丁。麺？
いらっしゃいませ。そうめんで。だしを氷にして入れてるんで、また味がさらに増します。ひげ天一丁。いらっしゃいませ。ごぼ天。うどんで。はい、ありがとうございます。ごぼ天一丁。で、ごぼ天ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。おうどんね。鮭一丁。ありがとうございます。ありがとうございます。次です。はい。ありがとうございます。はーい。はーい。はい、いらっしゃいませ。はい。そうだ。はい。
ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。お店にはよく来られるんですか？はい、来ます。どのくらいの頻度で来られるとかあったり？週1ぐらい。なんかずっと来られる理由とか。出汁が美味しい。ね。おすすめのメニューとかあったら教えていただきたいです。肉ごぼうトッピングわかめ。肉ごぼう天うどんにトッピングのわかめ。はい。あといなり。いなり。唐揚げ時々。本日もじゃあ肉ごぼう天うどん。はい。本当はしいたけうどんなんですけどね。お味どうでした？美味しい。美味しい。安定の美味しさ。胃が休まります。何年ぐらい前に始められたんですか？これが開業の時なんで1994年父と母が始めたものを私がちょっと継がせていただいている状態です。一応父は今年の12月まで店には必ず来てたので、年末ちょっと入院してからがやっぱり体がきついみたいで。現在のですね、1270円になりました。ご飯の具を炒めます。サービスはコロコロ。お二人何年ぐらい働かれてるんですか？9年目かな。あ、そんななると知らん。ここら辺ってなんでうどん屋さんが多いんですか？鳥栖の人たちってうどん大好き多いですね。密集してそこの助さんもあるし、ちょっと行ったら美濃屋もあるし、丸亀もあるし、牧野うどんもあるしね。でも激戦区でずっとあるのはすごいですけどね、お店が。そうですね、ここはもうだいぶ長いですよ。いつもすごいけど青のりが入った衣につけてあげます。
磯辺揚げみたいな。そう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 。それです。ありがとうございます。これは何のための人参でしょう。日本使っていいですか？それどっちも冷やし。つけようかなと思います。明日土曜やし、持ち帰り一個冷やします。おはあ、おはようございます。買いに行こうかなと思って。かき揚げの材料。あ、入れすぎた。でもいいや。250円でいい？200でいい？前はずっとこれ1キロあるもん。これの上ないけど、時々あれかな。よし。すごい。これはサービスの揚げうどん。1916円です。ありがとうございます。あとな。おしさんも届いたんで、皆さんご一緒したらしまね。それ終わったらいいの。まだ。山さん、山芋一つ出しときます。はい、混ぜたよ。入れるから。はい。大根。綺麗なまんまですね。ですよね。綺麗に丸く回った時は嬉しいです。美味しくなれ。
父様がもともと国鉄の職員さんだったっていうお話をお伺いしたんですけど、はいどういった経緯で始められたとかご存知だった鉄が JR になるときにクビになった最先端でリストラにあったっていう父の時は手打ちでしてたんで打ち台があるんですけど、私はちょっと手で打つっていうよりかは機械で打った方がいいなって思ったんで一応機械を。よいしょ。細いんで父が売ってたうどんの厚さに合わせるようにしてます。これはサービス品用です。素揚げして醤油と煮絡めてもらう。美味しいです。何しようと思いつかなくなっちゃった。皆さん、今日も暑い中よろしくお願いします。今日もお客さんがいっぱい来ますように。喜んでいただけますようによろしくお願いします。皆さん、暑い中よろしくお願いします。お待たせしました。どうぞ。
ごぼうもよ。ごぼうもそれから牛飯のセットで。はい。わかりました。ちょっと待ってくださあ、こんにちは。ちょっと待ってね。お父さんの方からね。はい。味がいい、味が。量が多い。これが細麺。いい？はい。こっち置いておきます。サービス。唐揚げ乗ってください。いいじゃん。うん。いい？置いとくね。はい、どうぞ。奥間うどんさんの好きなところとかあれば。店員さんとかがフレンドリーみたいな感じで結構話したりもするけんですね。1020円からね。おはようございます。ごめんね。ありがとう。気をつけてね。お帰りにくださいね。3杯お持ち帰りでお願いします。グリーンは？ちょっと待って、量入れます。ちくわと山かけいきます。顔を見せてくれんです言われた。は？ああ、見たよ。ありがとうございます。ちくわ天どちらに？はい。サクって言わない。サクって言わない。あ、いいなに取った？取ったよ。全然緊張してるね。はい。いいね。肉ごぼう。これが単品でございます。失礼します。カツ丼の単品になります。置いときます。逆ですね。はい、了解です。はい。これが冷やとろうどんね。はい。はい。はい、どうぞ。お願いいたします。ごゆっくりどうぞ。はい、いらっしゃいませ。
今日は生姜味って言ってあります。はい、ニンニクの時と生姜味、ニンニクだね。私は2個分ですね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。結構好きですよ。後数で何箇所か行くんだけど、ちょっと濃いめの味で、まあ美味しいですね。中敷きのやつでどんくらいの大きさですか？いや、お花でもいいかよ。もう段ボールで買ってない点が。ご飯大盛りやったか。ご飯大盛りです。ご飯大盛り？はい、ご飯大盛り。メニューだね。ご飯大盛り。妹です。結構怒られるんですか？毎日来ようよ。ほぼ毎日。 300円のお返しになります。どうもありがとうございます。はい、いただきてください。そばです。夕飯の温玉付きで、ご飯はかき揚げサラです。かき揚げはサラ。12番も入っていただいてます。10番さん。こちら置いときます。これよ。卵もっと割るでしょ。ほら、美味しそう。熱く美味しい。いつもそばなんだけどね、今日はお肉。そろそろ上がるよ。長上げいたします。天覧が上がってきました。いや、処理しましたね。親子はもういい？親子は持ち帰り白容器です。50円のお返しいたします。ざるそばが1つ2ついいですか？以上で。それと白のおにぎり1個お願いします。とりあえず1個でいいかなと思います。その時おかしかったと思う。ただ段ボールで今ちょっと買ってなかったから。進行中。ありがとうございます。あ、こんにちは。金曜日なんです。あら、お上手。はい。誰とが行きます。はい。こっちの方行く。すみません、こっちからもらえるわ。よし、できた。一つ持っていっていいよ。ごめんね。すいません、お待たせしました。こちらどうぞ。は
ありがとうございます。お騒がせしております。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。自由の開始です。どうもありがとうございます。はい。ごめん。ごめんなさい。今からが忙しくなるよ。10番3回元井2番。私が高校生ですよね。暑いですよ。ありがとうございます。おぐまが稲荷とかしわです。なんだ。2番さんチェックせずに上2ついきます。5号店から出来上がってまいりました。はい、失礼いたします。失礼します。グマセットですね。シワの年もこちらです。ありがとうございます。いなりです。ごゆっくりどうぞ。お店には来られるんですか？はい。よく来ます。細麺で美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。週に1回ぐらいは必ず来てます。その長く通われてる理由はどういうとこですか？だってうどん一番美味しいもん。まず細麺で昆布とかああいうのに最初の性格から言ったらやっぱりいいものを使ってされるんで、私冬場はねもう鍋焼きうどんって決めたの、もうあれは最高。かまぼこと一つにしたっていい材料使ってるんで美味しいですよ。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。よく来られるんですか？初めてです。Google マップでうどんって調べたらこう出てきて。来てみてどうですか？いや、美味しいですね。細麺なんだと思ってびっくりしました。めっちゃ美味しいです。ちょっと見てみて。天ぷら上がります。結婚式に来てもらったし。はい、お待たせしました。天ぷら定食ですね。ありがとうございます。これざるです。かぼちゃじゃない。いかがですか。ざるの細ちくわ、で肉のちくわ。ございます。おそばでこんがりになっております。めっちゃちくわが美味しそうに上がってる。ちくわから出来上がってまいりました。いなりになってます。ありがとうございます。細ざるです。はい。お待ちしました。ありがとうございます。
お味どうですか？食べ慣れた。以上で。はい。はい、わかりました。少々お待ちください。こっちよ。こっちに3倍作るの。ここ。お待たせしました。よろしいですか。はい。はい。あとごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。大根生姜が乗ってますね。ちょっと待ってね。扇風機に。ああ。持ってあります。はい。よろしいですか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。はーい。お願いします。お熊のいなりでお願いします。出来上がりです。お待ちしております。ありがとうございます。はい、失礼いたします。うどんの自販機。そうですね。去年の11月にうちが営業時間が短いんで9時まで営業してたんですけど、ちょっと父も体調を崩したりとか、私も子育てをするようになって夜まではちょっとできなくなったんで、これがあるけん助かるって言っていただくから、ありがたいなと思ってます。毎日補充はできるので、近くだったらとっていうことです。一応父の顔です。私が描いた。こんにちは。の絵を描かせていただいて、鳥栖市内の小学校とかは全部寄贈、佐賀のフリーペーパーに絵を投稿させてもら載せていただいてて、子どもたちがなんかちょっと面白いことを言ったりするのをなんかこんな風に載せてもらってます。